不動産屋さんの怪談語り手ゆりです。今回は心霊スポットや事故物件に潜入して検証する YouTube チャンネルデンジャーパトロールのK丸さんがつい先日体験したリアルで不可思議なお話です。K丸さんは霊感の強い心霊系配信者として知られていますが、もともと実家がお寺で幼少期からそういった環境で育っており、子供の頃から霊を見たり感じたりしていたそうです。このお話はそんな方だからこその体験と言えるかもしれません。ある日、K丸さんは知り合いの不動産屋の A さんからK丸さん、ここで撮影してみませんかとある事故物件を紹介してもらいました。そこでK丸さんは相方のアーチャさんと2人でその事故物件を撮影するため中を案内してもらうことにしました。さて、案内当日の夜、その事故物件の一戸建ての前で不動産屋の A さんと落ち合うことになっていました。すると現地にはその A さん一人がK丸さんたちを待っていたそうです。夜でしたので外で立ち話はせずに、早速K丸さん、相方さん、そしてその不動産屋の A さんの3人で事故物件の家の中に入ることにしました。するとその時だったのですが、もう一人スーツ姿の50代ぐらいの男性がK丸さんたち3人の後ろからふらりとついてきたそうです。K丸さんは男性がスーツ姿だったので、ああ、もう一人不動産屋さんが来たのかな。今日は A さんと2人で案内してくれるんだ、と思いました。家の中に入るとすぐに不動産屋の A さんの方から、その日が初対面の相方のアーチャさんに、申し遅れました。私は〇〇不動産の A です。と挨拶がありました。するとほぼ同時に隣にいた後ろからついてきたもう一人の50代の男性も、私は〇〇ひろしですと自己紹介したそうです。そこでK丸さんはそのひろしと名乗る50代の男性とは初対面でしたから、相方さんと一緒に2人でこんばんは、よろしくお願いしますと軽く会釈しました。するとその男性も2人に会釈し返したそうです。さて、それじゃあということで不動産屋の A さんは早速K丸さんたちを各部屋に案内していきました。その間ももう一人の50代の男性はずっとK丸さんの後ろをついてきていたそうです。不動産屋の A さんによると、この一軒家では以前住んでいた人が孤独死しているという話で、告知義務がある物件だということでした。するとそういった A さんの説明にかぶるように、もう一人の男性もK丸さんに同じような説明をしていました。K丸さんはその都度、ああそうですか、なるほどなどとその男性に適当に相槌を打っていたそうです。そしてある部屋にK丸さんが入った時でした。さっきまで淡々と各部屋を説明していたその50代の男性が唐突に、ここなんですよ、こことK丸さんに盛んにその部屋を強調しだしたのです。K丸さんは、ここって何言ってんだとわけが分かりませんでした。それでもその男性は、ここなんですよと言い続けて会話が噛み合わなくなりました。その時K丸さんは、自分は彼に何も聞いてもいないのに、ここって一体何を言っているんだと困惑しました。この人ちょっとおかしな人なのかなと気味悪くさえ感じてきたそうです。違和感を感じたK丸さんは男性に悟られないように玄関の方に移動しながら、そっと不動産屋の A さんに、ちょっと A さん、こっちに来てもらっていいですかと言って A さんだけを玄関外に連れ出しました。そして家の中にはその50代の男性と
相方のあーちゃさんを残したままにしたそうです。どうしたんだろうと怪げそうな A さんにK丸さんは、A さん、もう一人のあの方って何なんですか？あの方も不動産屋で同じ会社の方ですか？と聞きました。すると A さんはきょとんとした顔をして、はあ、もう一人？何言ってるんですか？僕一人で来てますけど、と困惑して答えました。K丸さんは、となり、一瞬言葉を失いました。すると A さんが続けて、ずっと思ってたんですが、K丸さん、僕と相方さん以外誰もいないのに、さっきから玄関入った時から誰かとずっと話していますよね。と少し声を震わせて言いました。それを聞いてK丸さんは、いや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 、としばらく頭が迷走し、そして一呼吸置いてから、それじゃあ俺がさっきから見てる人って、俺にだけ見えてる霊体？とまさかのまさかに愕然としました。K丸さんは霊を見たり感じたりできるので、男性が幽霊だったとしても決して珍しいことではありませんが、あそこまで生きている人間のように見えて、接してちゃんと辻褄の合う会話になっていたのは驚きで、そんなことはめったにあることではありませんでした。不動産屋さんの A さんもK丸さんの霊感は知っていましたが、てっきり相方のあーちゃさんと話しているのだと最初は思っていたそうです。でもそんな感じでもなかったので、おかしいなぁとずっと思っていたということでした。後で聞いた話では、相方さんも A さんと同様に、K丸さんは一体誰と話しているんだと妙に思っていたそうです。今から思えば、あの男性がヒロシと名乗った時、相方さんは A さんに対して挨拶を仕返していたのだと分かりました。そして A さんから詳しく聞くと、あの霊体の男性がここですよとやたら言っていた部屋こそが孤独死の現場だったことが分かりました。その部屋で亡くなった男性の特徴を聞くと、K丸さんがさっきまで話していたその霊体の男性の特徴と見事に一致しました。年齢は50代で、亡くなった時はスーツ姿だったそうで、決定的なことはその男性の下の名前はヒロシと言ったそうです。K丸さんははっきりその男性の霊が自己紹介をするときに〇〇ヒロシですと名乗ったのを聞いていました。ということは、今家の中に相方さんといる男性の霊は間違いなくこの家で亡くなった人ということでした。ところでK丸さんがこう言ったわけで、男性が亡くなった部屋や男性の特徴、下の名前まで言い当てた感じになったので、A さんはかなり驚いていたそうです。さて A さんもK丸さんも霊体がこの家の中にいることが分かった今、さあどうするということになりました。K丸さんに霊体の男性が話しかけてきたということは、何か理由があるということです。そこで急遽 A さんと相方のあーちゃさんには外に出てもらい、K丸さんだけ一人家の中に残ることにしました。そして霊体の男性が亡くなったという部屋で男性と対話を続けてみることにしたそうです。K丸さんはプライベートでも霊能者の先生の下で長く修行されているので、男性の霊が成仏できるように手助けができればと考えました。しばらく静まり返った部屋にK丸さん一人、男性の霊が話しかけてくるのをじっと待っていました。すると間もなく男性の霊はK丸さんと対話を始めたそうです。K丸さんがその男性の霊にどうしてこの世にとどまっているのかと尋ねると、男性はこう答えました。自分は年老いた母親がいるが、その母親を一人残して自分が先に亡くなったので、
母親が心配で成仏できないということでした。慶丸さんはそういうことだったのかと納得しました。すると不動産屋の A さんの話では、男性の母親もすでに亡くなっているということでした。人はその亡くなり方で行く場所が違うそうで、霊同士が必ずしも死後に会えるわけではないようです。そこで慶丸さんは母親が亡くなっている事実を男性の霊に伝えました。そしてここに母親の霊を呼んで、男性と一緒に上に上がれるように供養することを提案すると、男性の霊はそうしてほしいと素直に答えたそうです。そこで慶丸さんは直ちに霊能者の先生に事情を話し、後日改めて先生と2人でこの物件現場に赴き、男性の霊とその母親の霊のお祓いと供養をしました。そして確かな手応えを感じたので、さあこれで一件落着するだろうと安心していたそうです。ところがそれから間もなく、あの不動産屋の A さんから連絡があり、入居者から男性の幽霊が出るという苦情があったんですよと報告がありました。慶丸さんも先生も一体どういうことだと思い、急いで再度その男性の霊を呼び出してみたということでした。どうして成仏できなかったのか、どうしてまだこの世にとどまるのかと聞くと、男性の霊はこの家が好きでここを離れたくないと言い出しました。つまり母親のことが理由で長くこの世にとどまるうちに、気がつくと完全に自爆霊になってしまっていたのです。これは慶丸さんにとって霊を成仏させることの難しさを痛感した体験でした。その後慶丸さんは男性の自爆霊がいるこの事故物件を今度は人間 TV の原田龍二さんに紹介し、検証を引き継いでもらったそうです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。